こんにちは。今日はですね、DJI Osmo Pocket 3のアップデート情報になります。私もかなり愛用しているこの DJI Osmo Pocket 3なんですが、久々に大型のアップデートが来ました。で今回のアップデート、大きく分けると2つポイントがあって、1つはこうするとですね、ここをタップするとですね、40mm っていう画角になるんですけど、新しい、画質が劣化せずに 40mm 相当で撮影できるモードが追加されています。でもう一つはフォーカスブリージングの低減モードというものなんですが、これも後ほど詳しく紹介したいと思います。でまずはアップデートの仕方なんですけど、最近購入した方はね、どういう風にするのかわからないっていう方もいらっしゃると思いますので、簡単にお見せしたいと思います。で次にその新しい画角、今までのデジタルズームの2倍と何か違いがあるのか、今回ちょうど福井県のスキージャム勝山っていうスキー場に行きつついろいろ撮影をしてきましたので、違いもお見せしたいと思います。でその後にフォーカスブリージング低減モードについても簡単に紹介したいと思います。じゃあまずはアップデートの仕方からお見せしたいと思います。お見せするというほどでもないというか、非常に簡単で DJI の MeMo アプリというですね、スマホのアプリにこの Osmo Pocket 3を接続すると、アップデートがある場合はこんな感じでアップデートがありますという表示が出てきます。でこれをタップして、あとは指示に従っていくだけになっています。で今回この動画にあるように、私もスキー場に向かう道中でモバイル通信を使ってアップデートしたんですが、サイズ的には150メガぐらいになります。150メガとはいえモバイル通信使うので、パケットとかがね気になる方は Wi-Fi 環境下でねダウンロードした方がいいかと思います。この下にある Wi-Fi に接続した時にダウンロードするっていったところにチェックを入れておくと、自動的にダウンロードされるようになっています。で今回も、行く先々で、例えば高速道路のサービスエリアとか、途中で寄ったレストランとか、当然宿泊先のホテルなんかにも Wi-Fi が設置されてるんですけど、こういったフリー Wi-Fi 皆さん使うのっていかがでしょうかね。私はね、セキュリティ的にちょっと気持ち悪いのであんまり使いたくはないんですけど、最近は VPN を使うことによって安心してフリー Wi-Fi を使うことができています。でここ最近使っているのは NordVPN っていうサービスなんですけど、この VPN 業界ではかなり信頼のおけるサービスの一つかなと思います。で今回の動画のスポンサーにもなってくださっているんですが、ちょっと簡単にこの NordVPN について説明したいと思います。で VPN サービスって無料のものと有料のものがあるんですが、でこの無料のものがですね、結構やばくて、通信速度が遅いとか、あと接続先が不安定で長時間接続できなかったりとか、あと広告がたくさん表示されたり、その辺は許せるとしてもですね、VPN って要は自分の会社のところデータが流れていくわけですから、そのデータを盗み取ってそれを売っ払ってお金にしてるから無料で提供できてるみたいな、そういう会社もあるようなんですよね。安全だと思って使ってる VPN が実は一番危ないみたいな落とし穴もあったりはするんですが、今回紹介しているこの NordVPN に関して言えばかなり安全性が高くなっています。で速度低下を感じることもほとんどないですし、スマホの場合はアプリを一度インストールしてしまえばそれ以降ほとんどすることもなくて自動的に保護されるようになっています。しばらくすると自分が VPN を使っていることすらも忘れてしまうぐらいシームレスに使うことができるサービスになっています。私も移動とか旅行が多いので本当いつも使っていますし、フリー Wi-Fi 対応される方に本当おすすめのサービスだと思います。で今回特別に NordVPN さんから視聴者さん向けのクーポンコードも発行していただいてますので、関心のある方はぜひ一度概要欄の情報をご覧ください。で次にですね、今回のアップデートの目玉であるまず新しい 40mm という画角についていろいろ検証してみましたのでお見せしたいと思います。でまず福井県といえばですね、恐竜かと思うんですが、途中の高速道路のサービスエリアに恐竜がいたので、そこでちょっと試してみました。さすがおお20mm 相当のレンズで撮ってる。おおなんか出るね、プシューって。デジタルズームの 40mm です。中望遠モードで 40mm で撮っています。 4K30 普通カラーモードです。これは 40mm 相当のものをさらに2倍に拡大したんですけど、ディティールが全然違いますよね。これは 40mm のさらにデジタルズーム2倍モードになっています。デジタルズーム4倍 40mm 相当です。新しく追加された 40mm モードです。
かなり 40mm からさらに2倍になるんで 80mm 寄れますね。アクティブトラックとかは使えないんですよね。でこのぐらい小さいとあんまりわからないんですけど、2倍に拡大するとですね、このぐらい違いがあります。結構違いますよね。で次はですね、ホテルに到着して、ホテルからゲレンデを撮影しています。これは標準の 20mm の画角になります。かなりワイドに映っています。でこれがですね、今まで搭載されていたデジタルの2倍ズームになります。デジタルズーム、引き伸ばした 40mm 相当になります。でこれがですね、新しく搭載された 40mm です。画質劣化のない 40mm になります。どうでしょうか。ちょっと並べてみましょうか。左が新しい 40mm ですが、全然違いますね。天気もちょっと違うんですけど、解像度全然違います。40mm モードで撮ってますが、それをデジタルズーム 80mm にしてみました。4K3080mm での撮影になります。かなりズームできますね。これはいいな、やっぱり。でこれお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、ワイドコンバージョンレンズをこういう感じでつけると、さらに多くの画角で撮影することができます。これもちょっと試してみました。まずこれですね。これがワイドレンズコンバージョンをつけている状態で 15mm になります。これですね。次はこのレンズコンバージョンを外した状態で20mm になります。でその次の画角はもう一度これをつけます。15mm の2倍になるので 30mm という画角になります。外すと今度は 40mm の画角になります。すごいですね。でさらにですね、もう一度つけます。この状態でさらにデジタルズームを入れると、15、30の2倍、60mm ということになります。で、今度は、これを取ると、80mm 相当という画角になります。なので、15、20、30、40、60、80という、かなりいろんな画角が選べるようになっています。暗いところにも強いズームポケットなんですが、暗所でどうなるのかというのを試してみました。これが通常の 20mm、そしてこれが新しく搭載された 40mm モードです。でこれは今までのデジタルズーム2倍です。ノイズとかはあんまり変わらない気がするんですけど、やはり新しい 40mm の方がかなりシャープに映っているように見えます。でもう一つ暗い中なんですけど、これが通常の 20mm でデジタルズーム2倍 40mm ですね。でこれが今度の新しい 40mm になります。違いがあるでしょうか。ちょっと拡大してみます。やはり新しい方がシャープに映ってますよね。でさらに新しい 40mm にデジタルズームを組み合わせると、ここまで寄ることができます。20mm です。20mm。デジタルズームの 40mm です。らしい 40mm。80mm ぐらいです。20mm ですね。これ 20mm の画角です。これは新しい 40mm です。これはデジタルズームの 40mm です。っていう感じでいかがだったでしょうか。本当に画質劣化ほとんどなくね、綺麗な 40mm 相当の映像が撮れるので非常にいいですよね。で、操作方法としてはここですね。ここに見えているこの小さいカッコのような、これをタップすると使うことができます。で、いくつかちょっと制限があるんですけど、通常の拡大モード
デジタルズームは撮影をしながらでもすることができるんですけど、この新しい 40mm モードはそれができないんですね。一旦止めて押す必要があります。それからですね、カラーモードなんですけど、ノーマルの、10ビットは使えるんですけど、HLG とか、あと DLOGM にすると、このカッコが表示されていないのがね、見えると思うんですけど、使えないんですね。それとあとはですね、アクティブトラックも使えなくなります。私個人的にはいつも DLOGM で撮影しているので、早くアップデートでね、DLOGM でもこのモードが使えるようになるといいなと思っています。じゃあ次にフォーカスブリージングどんな感じなのかをお見せしたいと思います。まずはブリージング補正オフでやってみたいと思います。フォーカスブリージングがどんなものかというと、撮影もしておきましょうか。手前にピントが合ってます。で、奥に行きます。はい、手前、奥ってやると、なんか画角が広くなったり狭くなったりしてるのがわかると思うんですよ。これが、フォーカスがブリージングなので、息をしているように、膨らんだり小さくなったりっていう感じでしょうか。これがフォーカスブリージングです。どんなカメラでも起きうるんですけど、最近はミラーレスとかでもそのフォーカスブリージング補正がよく効いているというのが売りの一つみたいになってますね。レンズもそうですよね。で、これを撮影中にオンにはできないんでしょうかね。一回止めて、補正をオンにします。ちょっとこの辺の画面も見ててほしいんですけど、オンにすると若干画角が狭くなってるのが見えると思います。ちょっとですけど。で、この状態でやります。手前、奥、手前、奥ってやってもほとんど画角が変わらないですよね。かなり抑制されているのがわかると思います。これ手前のものと奥のものとの距離感とか、一番手前のものとこのカメラとの距離とか、そういうものによって、距離感によっても全然変わってくるんですけど、通常のモードと比べるとかなり抑制されているように見えます。という感じでしたが、いかがだったでしょうか。今日は新しく更新されたポイント2つを主にお知らせしました。もう発売から1年半ぐらい経ってるカメラなんですけども、発売当初と比べると別物に変わってますよね。むちゃくちゃいいカメラになっています。まだ購入されてない方にも本当おすすめできるカメラになっています。詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。私のチャンネルではこういった小型カメラ、アクションカメラとか Osmo Pocket 3などの設定とか比較動画たくさんアップロードしてありますので、よかったらそちらもご覧ください。下の概要欄に再生リストを貼っておきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。